白鸚記深海花の章限定版特典ドラマ CD 嵐の夜に。もうすっかり夜だな。ああ、誰かさんのせいで遅くなっちゃいましたね。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。やだな、僕は誰かさんって言っただけで別に土方さんのせいだなんて一言も話してないですよ。宗次、あれは仕方のないことなのだ。副長がお怒りになる気持ちは俺にもわかる。せっかく出張りの取り物に来たってのに全く仕事にならなかったからな。現地の役人が全く役に立たなかったからな。さすがに俺も食っちまいそうになったが、土方さんのあれはまさか奉行所に怒鳴り込むとは思わなかったからな。揉めに揉めて気づけばこんな遅い時間になっちゃったね。僕は土方さんのせいだとは言ってないけど。てめえ。副長、雲行きが怪しいです。急ぎましょう。ああ、そうだな。つうか今まさに降り始めてねえか。うわ、冷てえ。最悪。どうするんだ。豚酒はまだ先だぜ。こんなもんただのにわか雨だろ。このまま突っ走るぞ。はい。なあ土方さん、これはにわか雨っつうが。本降りになってきたみたいだぜ。土方さんが突っ走るぞとか言うからですよね。素直に引き返せばよかったのに。うるせえ。ここまで来たなら黙ってついてこい。斉藤、立ち止まってどうした。この先に小屋がありました。そこで雨宿りができるかもしれません。あ、ほんとかよ。じゃあそこに逃げ込もうぜ。このままじゃ風邪をひいちゃうかも。おい待てよ、お前ら俺を置いてくな。これで本当に一件落着だな。山小屋があって助かりました。ほんと誰かさんのおかげでぐしょ濡れだよ。すっかり体が冷えちまったぜ。部屋も真っ暗でなんか嫌な感じだし、早く火を焚こうぜ。ああ、なんというか気味の悪い雰囲気だな。しかし見た感じは綺麗な山小屋なんだが、しっくりこねえっていうか何かいそうっつうか。おいおい、その手の話はやめろって。驚いたな。今の近くに落ちたぜ。うるさいぞ。今何か聞こえなかったか。何かって何です？いや、聞こえなかったならそれでいいんだが。うるさいぞ。なんだ、今度は声だけじゃなくて部屋の隅に人影が見えたぞ。土方さんまでこんな時に冗談はやめてくれよ。冗談は本当だぜ。てか火はまだなのか。今やってるとこだって。湿っててなかなかつかねえんだよな。んだよ、ちょっと貸してみろって。いやいや、これぐらい俺の力で。うるさいぞ。ちょっと待てよ。うるさいってどういうことだ。こっちは火をつけてるんだぜ。おい、うるさいとか誰が言ったんだよ。すげえ近くだったぞ。英介、お前ってやつはそんなやつだったのか。いや俺じゃないって。ちょっと疑うのはよせって。じゃあ一体誰の声なんだ。貴様ら、うるさいと言ってるのが聞こえないのか。うわー、出たこの幽霊本物っぽく見えるし、こいつ足があるぜ。俺の筋肉に免じて立ち去ってくれ。どこに行ってもうるさい野良犬風情が。おい、幽霊がなんか言ってるんだけど。おい、俺たちは幽霊なんかよりもっとたちの悪いもんと出会っちまったらしいぞ。ほんとここまで来て会いたくなかったよね。なぜお前がここにいる、風間千景。雨が降ってきたからに決まっているだろう。貴様らこそなぜ京の都から離れたこの地にいる。
出張りで取り物に来てたんだよ。つっても無駄足で終わったけどな。ならばそのままおとなしく立ち去れ。こんな雨の中外に出られるわけねえだろう。言っておくが、先にこの場所を見つけたのは俺だ。残念だったな。俺たちはここから去るつもりはねえ。ほう、ここに居座るつもりか。随分と飲み込みが早いじゃねえか。まあ雨が止むまで、いや一晩ってところだな。それでこの小屋から俺を追い出そうというのか。いやそこまで言ってねえが、一応お前の許可をもらおうと思ってな。断る。いいじゃねえか。お前のものでもねえだろう。先に俺がいたということは俺の所有物だ。ガキみたいなこと言ってんじゃねえよ。んじゃ勝手にさせてもらうからな。断ると言っている。おいてめえら、外に出る準備をしろ。こんな奴のいるところで雨宿りなんかできるわけがねえ。ちょっと土方さん、本気で言ってるわけ？外は大雨だぜ。それにもう真っ暗だ。ここはおっ、今のはさっきよりも近くに落ちたんじゃねえか。ああ、確実にすぐそばに落ちた。ここまで来るともう外は歩けないな。雷もそうだが、雨も風もかなり強くなっているようだ。山小屋もさっきからギシギシ音を立てているしね。俺別に風間が一緒でもいいけど。はあ？本気で言ってんのか？そりゃできれば避けたいけど、服もすげえ濡れちまったし、そもそも最初にいたのは風間の方だし。もう今夜は山小屋でおとなしく過ごそうぜ。土方さんも風間といがみ合ってる場合じゃねえよ。もし途中で風間が変な気を起こしたとしても、こっちは6人もいるしな。とにかく横に乗りでおい新八、何勝手にくつろいでやがる。僕たち鬼とかどうでもいいですし、もうゆっくり休みたいんですよ。お前ら鬼と一緒なんだぞ。ま、鬼といえば普段から土方さんと一緒に生活してますしね。おい掃除、そりゃどういう意味だ。俺もう今夜はここから動きたくねえな。後から来たのは俺たちなんだし、特に気にしなきゃいいんじゃねえか。副長、選択肢がない以上ここを共有するのもやむを得ません。そうは言ってもな。鬼も人間も自然の前には無力ってことだ。気は進まねえと思うが、今晩は俺たちも止めてやってくれよ。そう言われて俺が素直にうなずくと思ったのか。なぜ後から来た貴様らに善意を与えてやらねばならんのかというより、勝手に話を進めるな。まあ固いことは言うなって。お邪魔するぜっつうかしてた。貴様ら。うわあ、火がついた。やっぱあったかいな。お前と過ごすのはまっぴらごめんだが、散々だよ。あいつらがもう動こうとしや俺がらねが小屋を見つけてしまったばかりに。鬼しょうのことがねえからいてやるはじめぜ。くんは悪くないって。他の奴らはどうでもいいが、貴様は人に感謝するということを知らぬようだな。俺たちは満足だから。だがおとなしくしているというのならば、今夜だけは見逃してやろう。山小屋だし、そりゃこっちのセリフだ。転がってるかもな。よっしゃ、後で探してみるか。やっと服が乾いてきたぜ。体も温まってきたね。ああ、そうだな。あ？そういや新八はどこ行った？先ほど用事があると隣の部屋に行ったぞ。隣？おい見てくれよ、酒を見つけたぜ。新八さんさすがだな。酒を探しに行っていたのか。おいおい、勝手に飲んでいいのか？これは俺たちを気の毒に思った天からの贈り物だろう。お前はよくもまあそんだけ飲んでて飽きねえな。おい、なんだよ、鬼の大将さんも酒が気になるのか？その手を離せ。その酒は俺が先に見つけておいたものだ。ほ？そんな証拠がどこにある？名前でも書いてあるのか？貴様、
誰に向かってそのような口を聞いている？始まっちまったな。酒が絡むと新八さんは途端に強気になるよね。風間が相手でも諦めぬだろうな。残念だが少しでも手放したお前が悪い。飲もうとしたら貴様らが山小屋に駆け込んできたのではないか。じゃあ俺たちが来るまでに飲んでいなかったお前のせいだな。つべこべ言わずさっさと酒を返せ。断る。貴様、この俺に逆らう気か。また面倒になるのはごめんだぜ。悔しかったら取り返してみろよ。その間に飲んじまうかもしれねえがな。その時は貴様の腹をかっさばいてくれるわ。この幼稚な言い合いはいつまで続くのだろうか。つかこの場合俺たちが悪者みたいだよな。あ、どういうこと？いや、山小屋に先にいたのも酒を見つけたのもあいつが先だし、これじゃ俺らは山賊と変わらねえなって。確かに山賊かも。どうやら己の立場をわきまえている者もいるようだ。風間、今回は俺たちが悪かった。山小屋から出ることはできねえが酒はお前に返すぜ。さあの俺も世間で言うような悪徳の鬼ではない。一晩ぐらいなら好きにするがいい。で、突然だが一つ相談がある。なんだ、言ってみろ。酒ってのは大人数で飲んだ方が楽しいだろう。一人で飲みたい気持ちもわかるが、ちょっとでいいから俺たちにも分けてくれねえか。大人の対応ってやつだね。佐野さん、最初からこれが目的だったんだろうな。ああ、しかも案外風間も嫌な顔はしていないようだ。一理ある。さすが上に立つものだけあって器が大きいぜ。本来ならばこの俺と肩を並べること自体許されぬが、まあいい。気が変わらぬうちに早く酒を告げ。ほら新八、人数分の式を持ってこいよ。おい、俺の分は。こういうのは社交辞令ってやつだろ。飲むふりでいいからしててくれよ。たく。そうして我らは誇り高く暮らしてきたのだ。ほう、今まで聞いたことがなかったが鬼の歴史ってのは案外奥が深いんだな。だが俺の筋肉だって鬼には負けちゃいないぜ。新八さんのはただの自慢話だろ。すぐに脱ぐのは佐野さんだけどね。なるほど。鬼といっても人と変わらぬ生活をしているのだな。お前ら随分と仲がいいみてえじゃねえか。普通ですよ。というか土方さん飲んでませんよね。遠慮しなくていいんだぜ。さあさあ、だからどんどん盛大に飲んでくれ。俺が都合か？てめえらわざと言ってるだろう。貴様、もしかして酒が飲めないのか？ほらな、飲めねえんじゃなくて飲まねえだけなんだよ。そりゃ火を焚いて酒があると最初の薄気味悪さなんか気にならなくなっちまうもんだな。だから言ったろ、そんなの気のせいだって。新八さん、俺の筋肉に免じてとか言ってたくせに。くだらん妄想だな。己の心に隙があるからそのような幻を作り上げてしまうのだ。つうか結果的に風間がいたってことだったんだろう。鬼だし幽霊と間違えてもしょうがないよね。貴様、鬼を愚弄する気か？それよりさ、鬼は幽霊を怖がったりしねえの？我ら鬼がなぜそのような力なき者に怯えねばならぬ。でもさ、あいつだったら幽霊を怖がると思うんだ。はあ、だろうな。つうかあいつは普通の町娘だもんな。つうことは鬼も幽霊を怖がるってことじゃねえか。あの娘は鬼として育てられなかったから仕方がないのだろう。ほら認めちゃった。ま、口では何とでも言えるから怖がらないって保証はどこにもないよね。ならば今ここで試してみてはどうだ。風間が幽霊を怖がるかどうか試すってこと？面白い。どのようにするのだ？ここは怪談話じゃない？山小屋なら雰囲気もあるしもってこいだよね。お前らな、嵐の夜に怪談話なんか始めるんじゃねえ。土方さん、怖いなら先に寝ててもいいんですよ。
お前らが物好きだと思って感心してただけだ。土方さんも怖がっちまうようなとっておきの怪談話をしてやるぜ。ほう、興味がある。あまりにも現実味のある話はやめてくれよ。つうかもちろん作り話だよな。さてそいつはどうかな。ごたくはいい、さっさと話せ。佐野さんの話僕も聞きたいな。あれは俺が塔になるかならねえかの頃の話だ。眠れなかった俺は夜中に外を散歩していたんだ。おお、怪談話って感じだな。月も見えず風もない怖いくらいに静かな夜だった。だがその時に聞いちまったんだ、女のすすり泣く声を。佐野さんはそれからどうしたの？怖かったが興味の方が勝っちまってな。俺はその女に近づくと大丈夫かって声をかけたんだ。だが女はちっとも振り向かなかった。でその後はどうなったんだ？だから俺は思い切って背伸びをして女の肩を叩いたんだ。すると振り返った女の顔は、そりゃもう驚くほど綺麗な女だったんだ。それで終わり？この話はどこが怪談なのだ？考えてもみろよ。真夜中にすげえ綺麗な女が一人で泣いてるんだぞ。怖くねえか？大方家から追い出されたのだろう。一晩中女の泣き声を聞き続けてみろよ。そりゃ怖いのなんのって。よし、佐野は放っておいて酒の続きだ。その方が有意義な時を過ごせそうだな。俺ももう一杯。確かに女の泣き声が念仏みたいに聞こえてくりゃ怖くなるかもしれねえな。土方さん分かってくれるのか？女を泣かせたことがあるやつにしか怖さが分からねえんだろうな。ほら、あまりに佐野の話がつまらないんで俺の腹もご立腹だぜ。新八さんのはただの空腹だろ。つうか俺も腹が減ってきたよな。酒だけでは空腹は満たせないようだな。言っておくがこの小屋には食料は何もないからな。やっぱりそうなのか。さっき酒を探すついでにいろいろ探したんだけどよ、食えるものは見つけられなかったからな。まあ一晩くらい我慢しろ。そういえば奉行所からお詫びに行って干物をもらえませんでしたっけ？そうか、そいつがあったぜ。もらったっつうか土方さんの怒りを鎮めるために渡されたように見えたけどな。おい、あれは近藤さんにって。腹が減ってるんだからこういう時に使った方が近藤さんも喜んでくれるってなあ、掃除。まあそうかもね。じゃあ酒の恩もあるし鬼の大将さんにも分けてやるよ。これで貸し借りがなくなったと思うなよ。俺は貴様らにこの小屋も貸してやっているのだからな。はいはい、分かってるよ。それより早く干物を食べたいんだけど。ああ、早速焼こうぜ。俺の干物ちゃん早く焼けねえかな。それにしても食欲そそる匂いだぜ。昼から何も食べてなかったから余計そう感じるんだろうな。おい、これは何の干物だ？僕たちも聞いてないんだよね。ただなかなか手に入らない高価なものらしいよ。道理でここまで香ばしい匂いの干物はめったに。おい待て、何かおかしくないか？おかしいって何かだよ。急に煙たくなってきたぞ。この匂いは。おい、これってもしかしてただの干物かと思えば草屋じゃねえか。
早く戸を開けろ。わかった。雨がこっちまで来やがった。平助、戸を閉めろ。閉めたら僕ら草屋の匂いが染みついちゃうんだけど。ああ、どうすりゃいいんだ。また服が濡れちまったぞ。絶対に閉めるな。閉めると切るぞ。しかしこのままでは雨が。てめえら草屋ぐらい我慢しろ。おい平助、戸を閉めろ。閉めるな。ああ、俺どうすりゃいいんだよ。こうなったら俺が今すぐ全ての草屋を食っちまえば。ダメだ。新八、どさくさに紛れて独り占めするつもりじゃねえだろうな。こんなところでも火事場泥棒とは随分と野良犬根性が染みついているらしい。待ってくれよ。俺は純粋にみんなを助けようとしただけだぞ。ああ、助けてくれ。雨風に打たれて急激に体が寒くなって。平助、気をしっかり持つんだ。平助。貴様らには呆れを通り越して哀れみさえ覚えるぞ。こっちだって草屋だと知ってたらこんな狭い小屋の中で焼いたりしなかったぜ。それにしても本当に意識が飛びそうだった。けどなんだかんだ言って腹は満たされたし、よかったじゃないか。俺は疲れたからもう寝る。俺も酒も入ってるし寝っちまおう。じゃあ俺も。あって新八と平助はもう寝ちまったのか。じゃあ僕も寝ようかな。お前ら勝手に寝るんじゃねえ。何を当然のように寝ちまってるんだ。土方さん、これから寝るんですからうるさいですよ。おい宗司、てめえも寝るんじゃねえ。たくみんな寝ちまいやがったぞ。いや、こんな時でも斎藤は斎藤、お前もか。で、風間はこのまま起きてるのかよ。うるさい犬が寝静まってようやく穏やかに過ごせる。なんだと、俺たちは犬扱いってことか。いや、犬の方がまだ利口だ。奴らは餌を与えたものを覚えているからな。それに比べて貴様ら人間は平気で飼い主の手を噛む。飼い主ってなかなか自分で選ぶことができねえからな。自己主張ってのは大事なんだよ。同じ人間を騙し殺し合うのが自己主張か。いい加減貴様らの言い訳は聞き飽きたぞ。言ってくれるじゃねえか。ま、鬼ってなそんなこととは無縁ののんびりした生活を送ってるんだろうよ。貴様、それ以上バカにするのならば。土方さんって本当に卑怯ですよね。宗司、てめえ。なんだ、寝言か。そんなにあの子のことが大事ですか。そうですか。故障とか言ってそばから離さないのはてめえ、やっぱり起きてやがるんだろう。本当に寝ているようだな。それよりも故障としてそばから離さないというのはどういうことだ。ああ、交渉として使ってるだけで大はねえぞ。貴重な女鬼を男の格好をさせ故障にするなど、やはり貴様らにあの娘を預けておくわけにはいかないようだな。毎日ありがとうよ。掃除に洗濯、飯の当番。今何と言った？掃除に洗濯、飯の当番だと。それがどうした？もしやそのようなことをさせているのか。故障だけでは飽き足らず貴様らは。土方さんの鬼。
土方、貴様が鬼のようにこき使っているのか。いや違うぞ。おい新八、起きて説明しやがれ。あんまり言うと怒られるぞ。でも鬼なのには変わりねお前ら言いたい放題言いやがって。どうやらはっきりしたようだな。あの娘はやはり貴様らに預けておくわけにはいかない。この俺が直々に救い出してやらねばならぬようだ。止め立てするなら相手になってやるぞ。やっぱり俺とお前は最初からこうなるって分かってたぜ。仲良くなんざできるわけねえよな。できるもんならやってみろよ。副長、どうされたのですか。なんだ斉藤、大きな声を出して。おい、どうして刀なんか抜いてるんだよ土方さん。何？切り合いじゃないよね。風間は刀を握ってないし。何が起こったんだ。よくわからねえけど土方さん落ち着いてくれよ。何がどうなってやがるんだ。っていうか僕たちが目を離すとすぐにこれなんだから、どうしておとなしくできないんです？副長、失礼ですが風間に戦う気はない様子です。どうか刀をお納めください。風間って嫌なやつだと思ってたが、小屋も貸してくれたし酒も譲ってくれたし、意外といいやつだぜ。土方さんもさ、少しは大人になってくれよ。一晩の恩義っていうくらいだから勘弁してやろうぜ。そうそう、何があったか知らねえけど、ここで刀を向けるのは恩をあだで返すようなもんだろ。お前ら突然起きてきたと思ったら、揃いも揃って俺を悪者みてえにしやがって。起きてきたっていうか、土方さんの声に起こされたんですけど。土方さん、とりあえず一旦落ち着こうぜ。風間も悪かったな。あれ、風間はどこ行った。風間ならば見当たらないが。おい、急いで屯所に帰るぞ。あいつが危ねえ。風間がさらいに行ったはずだ。本当かな。風間って案外いいやつだったぜ。ああ、休養でも思い出して家にでも帰ったんだろう。俺は一人でも帰るからな。この嵐じゃ無理だって。おいみんな、土方さんを止めろ。副長、嵐の中は危険です。ここは我慢してください。てめえらのせいだぞ。くそ、話しやがれ。土方さんどうしてあんな怒ってんだ。さあ、まあ、とにかく土方さんを止めねえとな。話せ、話しやがれ。土方歳三、三木真一郎、沖田総司、森久保祥太郎、斎藤はじめ、鳥海康介、原田佐之助、遊佐浩二、東堂平介、吉野博之、長倉新八、坪井智弘、風間千景、津田健次郎、